Today's topic is like how to find what you want when you are lost and you have no idea what you want to do next. What is the exact action for you? Here we go. はい、こんにちは。ライフソウルデザイナー安代です。今日も純子さんとお届けします。今日のトピックは、やりたいことの見つけ方、はい。そうだ。という、そうです。そうです。お願いします。ですね、例えば会社員をやってきて、上司の指示に従うことだったりに慣れていると、なんかこう、じゃあ好きなことをこれからやってって言われても逆に何からしていいか分から私の好きなことって何みたいなちょっと戸惑っちゃったりすることがあると思うんですね。はい。そういう方ってとても多いと思うし、でそのそうですね。時に今ね、そういうものを掘り出していくような時期かなと思うんですけど、具体的ななんかアクションっていうか、をはい。できたらなと思います。わかりました。やりたいことは、例えば今、どっかお勤めされてらっしゃる方の方が多いと思うんですけど、お勤めしながら、プライベートでやりたいことは分かってる人が多いのかな？そこら辺はどうですか？なるほどね。それはその仕事に必ずしもこう関わっていう意味ではなくて、好きなアイドルグループだったりとか、そう。例えばさ、ハイキング行くとか、街でウィンドウショッピング大好きとかさ、そういうやりたいことはやってるっていう前提で話してもいいのかな？それとも、ですね。自分が何がやりたいのかさっぱりわからないとか、そんな感じなのかな？実はいろいろ好きなものって、なんかこう、よく考えたらあるんですよ、みんなね。そうですよね。大体は。なんだけど、突然そう聞かれると、何したらいいのって。なので、きっと身近にはあるんだけど、それが何かに繋がると思っていない。実は趣味でやったりするんだけどっていうような。なるほど。なんかね、今日ちょうどそういう話をお友達っていうか、生徒さんでもあるんですけど、してて、その人も、仕事をずっと勤続17年間ぐらいかな。一箇所で働いていて、で、私のトレーニングで、お仕事を辞めるという決断をした人なんだよね。なので、じゃあ、その状態ってまさに、今までやってきた仕事を手放し、さて自分はこっからの人生何をやっていきたいんだろうっていう、まさに、そういう、体験を今、チャレンジしてる人っていうのが、私の近くにいるんですけど、その場合、急にはやっぱり分かんないんですよ。だって17年間も、言われてきた会社が指示する仕事をこなすっていうことでしか生きてこなかった人が、急に自分のやりたいこと、自分の好きなことを、ライフワークにしていくってそんなに急にできないんだよね。なので、じゃあその人に対して私がどういうアドバイスを言ったかというと、最初から自分の好きなことを仕事につなげようっていう考えをしないってことがまず大事です。はい。そこでまずなんかみんな迷うんだよね。それはなぜなんですか？それは、例えば、じゃあ自分がシンプルになんか好きだよねって思ってることがもしあるとしても、自分の中で勝手に、これは仕事につながる、これは仕事につながらないとか、なんか無意識で自分でこう弾いてる場合が多いので、
うんうん。好きなものって、やりたいことっていうよりも仕事になるものは何なんだろうって探し始めちゃうから、うん。その状態でまた探そうとすると、昔の古いやり方がまた採用されちゃうってことになっちゃうんだよね。ああ、うん。そのパターンパターンってパターン。考えうん。方の狭い範囲内そうです。でしか考えられないっていうことですね。うん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 。そう。だから、お金になるものは何なのかっていう考えがやっぱり残ってるまま、うん。その中でも自分がやりたいことを探すっていうその考え方そのものが、今まで働いてたやり方とあんまり変わらないってことになっちゃうんですよ。うん。うん。なので、そこ、結局私が今までいろんな人を見てきて思ったのは、その、今までの仕事を辞めて、自分がやりたいことをやろうっていうスタイルに切り替えるときに、その、考え方もちゃんと変えていかないと、なんか同じようなケースになる場合がほとんどなんだなっていうことが分かってるんですね。なるほど。うん。そう。だからやっぱり、なんか、好きなこと、新しいことをやろうっていう風な、その選択は、新しいものを選んでるんだけど、うん。考え方、捉え方が昔の働いてた自分の考え方のままの捉え方でいこうとすると、非常に難しくて、うん。うん。だって今までだったら、言われたことをやればお金が入ってくるっていうシステムの中にいたから、うん。そのやりたいことをやって、すぐじゃあお金が入ってくるっていうわけではないので、うん。ここら辺のまずその考え方、捉え方から大きく変えていかないと、結うん。構やっぱりみんな苦しくなっちゃう人が多いです。ううん。ん。うん。なぜなら、どうなるかわからないものにチャレンジしようとしてるっていう状態なので、今までは分かっててやってたわけじゃない？うん。これだけやるとこれだけになります。1ヶ月はこれぐらいもらえますとか、うんうんうん。うん、お休みは、週末で、で、これぐらい、労働時間はこれぐらいでみたいな。うん。うん。全部条件とか、ルールが決まったものに対して自分がトライしてたんだけど、やりたいことをやって、それを仕事にしていくってことは、全部ルールが、全くないので、うん。だから、何も決まってないっていうことに対する不安とか恐れとか、あと思い通りにいかないとか、いろんなものが混在してくるから、うん。だから、そこに慣れていかなきゃいけないからね。だから、やりたいことを仕事にする、今の純子ちゃんの話だと、やりたいことを仕事にしていくための話だもんね、これって。そうですね。うんうん。だからここの切り替えっていうのは、今までのルールと全く違うルールになってくるから、うん。うん。だから、考え方を大きく変えていくっていうのが、一番最初にやった方がいいことかなと思うんだけど、うん。でも実際は、なんかやってみないとわからないんですよね。うん。例えばその子だったら、じゃあこれが好きだからって言って、それをちょっと始めてみても、全く反応がないとかさ、うんうんうん。全然お申し込み来ませんとか、うんうん。無料だったら集まるんだけど、有料にすると誰も来ないとかね。うん。うん、そうやってトライしてやってみると、やりたいことをやるだけで、その自分が望んだ通りにすぐ行くものではないんだなってことを経験しながら、でもそれがやっぱりやりたいのかどうかってことを自分で確かめながらみたいな感じなので、ここら辺は、本当にやりたいのかどうかも、うまくいかないと、じゃあやらないのか、うまくいかなくたって、うまくいくまでやり続けたいのかっていうまた問いみたいなのが来て、結構ここでみんなが挫折するポイントかなと思います。そうですね。これ難しいんだよね。ちょっなんか。と苦しいプロセスですよね。はい、うん。そうです。だから、好きなことを仕事にするとか、
やりたいことを仕事にしていくっていうのはすごいみんなが憧れる世界なんだけど、うん。ここの通るプロセスがなかなか苦しいので、うん。なかなかこっちサイドに行くにはちょっとこの道のりが、うんうんうん。ちょっと苦しいところがあるんだよねっていうところだけはまず分かっといた方がいいかもしれない。最うん。近なんか自分にしてる質問うん。は、はい。もメンターの一人の方が言ってたのは、どんどんうん。先に与えることうん。と言っていて、で、でもこんな時代でもあるので、うん。今自分にしてる質問は、全くおうん。金が問題じゃなかったら、自分は何がうん。やりたいのかなっていうはい。ところを自分に聞いて、うん。それをやるみたいな。うん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 。で、そこを聞いてあげて、選んでる。だそれでも私はこれをやりたいみたいなことを選ぶようにしているって感じですか？そうですそうです。うん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 。でもその質問ってすごく、なんていうのかな、そういう状況になったことがない人はなかなかイメージできなかったりもするんだけど、うん。うん、何の不自由もなかったら何を選びますかみたいなのってね。うんうん。そう。で、そうだな。でも今日その人と喋って、なんか、やっぱりみんなが悩むポイントは、その、何がやりたいのかとか、何が好きなんだろうっていうことって、意外にそんなにわからないよねっていうのが、今日の話の結論に至ったんですよ。っていうのも、私も今やってることって、そもそもやりたかったことをやってるわけじゃないのね。うんうんうん。うんうんうん。私が一番やりたいことはサーフィンだし、あの、確かに。そう、海の中で波乗りすることが一番好きだから、うん。じゃあ今やってることって別にそれではないわけじゃない？うんうんうん。そうすると、うんと、やりたいこととか好きなこととか、あと、よく言う使命とか、自うんうん。分が今回生まれてきて、これをやることが私の使命なんだよねみたいな。うん。そういうものって意外にやりたいことじゃなかったりすることが多いんですね。なるほど。うん。だから、ちょっと少し深い話になっちゃうんだけど、そのやりたいことが自分の、ライフワークになっていくわけじゃないかもよっていうのが、なんとなく最近感じてることです。うーん。うん。だからやりたいことはただやればいいだけで、楽しいねとか嬉しいねみたいな。うん。心地いいねって、なんか幸せだねみたいなことはやりたいことやってる時って私たちはすごい満ちるんだけど、うん。それを無理やり仕事にしようとか、ライフワークにしていこうっていう風に、無理にやっていって、それが仮に使命じゃない場合は、やっぱりちょっと違う流れになっちゃうので、うーん、やりたいことをやりながら、それが自然に形になって仕事になっていく人っていうのは、えっと、それが使命だからそういう流れになっていくんだけど、そうじゃない場合は、やりたいことはただやって楽しむっていうものになっていくだけだと思うんですよ。うん。だから私が伝えたいのは、なんか最近思うのは、やりたいことっていうよりも、自分がこう導かれるものに導かれていくっていう方向性の方が、これからのなんかすごい不透明な時代においては、そっちを直感的に自分に集めていけるような自分になっていった方がいいのかななんて思ったりしてます。なるほどね。うん、うんうんうん。わかるかな。うんうん。そう、だからすごい自分で取面白い。りに行くっていうよりは、導かれるっていうスタイルに持っていく方が良くないですかっていうのが、なんか風の時代だし、特に。確かに。
うん。なので今日はちょっと難しいかもしれないんですけど、自分が導かれていくような状態に整えていくっていうことをちょっとまたお伝えできればいいなと思いました。はい、ありがとうござはいい、ます。ありがとうございます。Okay, thank you for listening. If you like this channel, please click like and subscribe buttons. Also, please join the Facebook group so that you can see some detailed information and some live videos. Thank you.